日本は水資源の豊かな国。天然水も豊富ですが、家庭の水道水をそのまま飲むことのできる、世界でも数少ない国の一つです。国土交通省の発表したデータによれば、水道水をそのまま安心して飲める国は、世界196カ国の中で、日本、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン、オーストリア、アイスランド、アイルランド、デンマーク、オランダ、スロベニア、ニュージーランドの11カ国だけです。今回はそんな日本の水事情についてお話ししていこうと思います。まずは水道水の品質について見ていこうと思います。この表は日本と WHO、アメリカ、EU の水道水の品質基準を一部抜粋したものです。見ての通り、日本の水道水は他と比べ厳しい基準になっています。この表には出ていない検査項目も多く、そういった点で日本の水はより安全と言っていいと思います。ただ殺菌のための塩素も含まれており、それが気になる方は市販のミネラルウォーターや天然水の方がいいのかもしれません。ただ冷蔵庫で一晩冷やすなどすれば、塩素臭についてはかなり改善されると思います。次に水道代についてですが、日本で単身だと1ヶ月平均2000円から3000円くらいだと思いますが、マンションやアパートによっては賃料に含まれているところもあります。ちなみに私の住んでるアパートも水道代が含まれています。もちろん節水に心がけていますが、いくら使っても実質無料です。次に天然水についてですが、日本は天然水もかなり豊富で、町によっては水道の一部を天然水で賄うほどに恵まれています。また名水と呼ばれる天然水のスポットがいくつも存在します。私の住んでる大分県にもそんな天然水を飲めるスポットがたくさんあります。まずは自宅のある杵築市から車で20分くらいのところにある山田湧水と京塚名水についてご紹介していこうと思います。これから向かう場所は6つの山々が連なる金吠連山のふもとにあります。目的地に到着しました。お疲れ様でした。天然水はこの山々に降った雨が地下に浸透し湧き出したものだそうです。金吠連山にはザビエルの通ったと言われる西金吠道があるので、ザビエルもこの水を飲んでいたのかもしれません。蛇口は4つあり、水量も豊富で常に豊かな水が流れ出ています。一般に日本はヨーロッパに比べ花崗岩が多い上に山から海までの傾斜もきつくなっています。なので流下の速度も速く、水の浸透が速い花崗岩を通ってろ過された雨や雪はミネラル成分の浸透が少ない軟水となる場合が多いです。この水も後で計測器で測ってみようと思います。この日はかなり暑かったのですが、水は冷たくて容器の表面もすぐに曇ってしまいました。水はまろやかでほのかな甘みもあり、この水でコーヒーを入れると最高だと思います。続いて
京塚名水へ向かいます。京塚名水の入り口に到着しましたが、看板にアサギマダラの休息地と出ています。アサギマダラは2000キロを旅すると言われる美しい蝶です。およそ200メートル先、左方向です。登っていく途中右手に桶地花公園があり、たくさんの花が植えられた小さなフラワーガーデンもあります。この一角にはアサギマダラが蜜を吸いに来るスキナビソウの畑があります。別府湾を見下ろす場所にあり、景色も最高です。京塚とは、経典を土中に埋納した塚のことを言います。今から1400年前の平安時代に、この地に法華寺という大寺があったのですが、戦国時代末期、薩摩島津軍との戦火により消失してしまったそうです。蛇口は4つあり、常にきれいな水が流れ出ています。ここも水は冷たかったです。水質はほのかな甘みのあるような心地よい口当たりのお水でした。確実に軟水だと思いますが、ここも後で計測器で測ってみます。水の硬度は口当たりだけでなく、その国の食文化にも大きく影響します。軟水は白米を炊いたり、出汁を取ったり、魚を煮たりするのに適している一方、硬水はパエリア、ピラフなど歯ごたえのあるお米料理やパスタを茹でるのに適していると言われています。ちょっと贅沢ですが、帰ったらこのお水でお米を炊いてみようと思います。季節により見れる花や催し物が紹介されていました。こちらはフラワーガーデンです。手作り感のある可愛い空間で、いろんな種類の花が植えられていました。ちょっとびっくりしましたが、なぜか冷蔵庫が置かれていました。中には地元の歴史や文化が綴られた観光マップと、金越連山のトレッキングマップが置いてありました。
こちらは外国の方向けの英語のパンフレットになっています。家に戻ってきたので、早速計測器で測っていこうと思います。水の高度は 100ppm を基準に考えていただければと思います。一番左が水道水で、真ん中が山田湧水、右が京塚名水です。まずは水道水から。ちょうど中間といったところでしょうか。次は山田湧水。数値は水道水の約半分です。最後は京塚名水。山田湧水とほぼ同じ数値が出ました。今回測った TDS 値は、水にどれだけ物質が溶け込んでいるのかを示した値になります。ミネラルウォーターの高度の基準は、カルシウムとマグネシウムの濃度で示されることが一般的ですが、TDS 値の場合は、さらにカリウムやナトリウムなども含まれてきますので、そういった意味では数値が少し変わってきます。ネットでは山田湧水の高度は 36ppm とあったので、そのあたりの差が出たのだと思います。ちなみに、カルシウムは苦味と塩味の混ざった味がすると言われていて、マグネシウムは苦味が感じられ、ナトリウムは塩味、カリウムは酸味があります。なので、同じ天然水でも微妙に味に違いが出ます。今回の天然水も、2つとも数値はほぼ同じでしたが、山田湧水の方は、まろやかさの中に、舌に残るかすかな刺激のような輪郭やシャープさがあり、逆に京塚名水は、よりまろやかさが感じられました。今回の動画は以上になります。日本にはまだまだこういった名水がたくさんあるので、またこのチャンネルでご紹介していければと思います。ご視聴ありがとうございました。